はい、マクティです。今日はですね、こちらマックスウィンさんの MDR プロ1とプロ1というんですかね、こちらをサンプル提供いただきました。ありがとうございます。こちらのレビューをしていきたいと思いますので、よろしかったらご覧ください。どうぞ。今度ね、箱がね、なんか別に装飾なくて普通の段ボールですね。はい、中身はこんな感じになってますが、取り出してみるとですね、はい、こんな感じでミラーですね。こちら本体、こちら取り付け部分は A002 と同じですかね。配線が結構あります。ボタンが下に3つ。これ何？ SD カードが上か。リセットボタン上か。こんなのどうやって押すんだよって感じだな。こういう向きだよな。僕の車上隙間ないよねこれ。SD カードと外すとき全部こんな感じで曲げればいいのかな。あとはコードがこれかなりノイズが乗らないというコードですかね。はい、開けた第一印象はですね、非常にパーツが多い。フロントカメラ、これリアカメラ、でかい。リアカメラ思ったよりでかいな。これなんかリアカメラの台座2つ。これ何？外用のカメラになるのかな。これリアカメラってもしかしてカバー付け替えるタイプなんだ。こっちが車外用に取り付けるんでしょうね。これがリアガラスに貼るって書いてあったな。リアガラスにこんな、これでなんかアダプターするの？取れた。こうカメラに貼る？リアガラスに貼るのか。アバルトの角度って結構寝てるからな。こんなんで後ろ見えんだろうか。どんな角度で映るねん。まあやってみよう。でフロントカメラがこれ。フロントカメラこうカバーするのか。A00 にはね角度変えられたんですよ。これも角度変えられるのかな。デジタル的に変えるって感じかもね。でタイルアップが山ほどついてます。まあここは嬉しいよね、タイルアップはね。この辺、まあとりあえず装置的にいっぱいあるけど、よくよく見ると大してないな。これはこれ多分これとこれは使わないね。車外だからね。取説結構いっぱい書いてあるけど、さてつないでみるか。来た。リアカメラの接続を確認。これか。とりあえずつくことは分かった。フロントカメラ、はい、とりあえずこんな感じで上が A002、下がプロ1取り付けました。起動はこっちの方が早いですね。こっちは時間かかる感じ。肉眼で見るのとカメラでこうやって見るのでだいぶ違っては見えるんですけど、綺麗さで言ったらやっぱりこっちかな。色合いもはっきりしてるね。赤がね、アバルトの赤で、下がプロ1にした理由はここにボタンがあってタッチパネルができないので、ちょっと比較動画のためにね、今の A002 は外さずにこうやってちょっと取り付けました。どっちが綺麗かってコートつけがたいな。これはな、見える範囲がもうちょい下にした方がいいかな。もうちょい下にしよう。アングル調整。こんなもんか。3段階、下3段階上3段階で計6段階調整ができるんですけど、
デジタルカメラとしてドラレコとして残ってるのはこのエリアだけらしいんですよね。なのでこっちはドラレコで全角映ってるんですけど、こっちは上下の幅を切っているということです。そうだね、これはコーツつけがたいな、どっちも。この40の文字の見え方なんかは同じ感じかな。こっちはねキロ表示、こっちは GPS 積んでないんですよ。プロの方は乗っかってない GPS が。 A002 が暗いわけでもなく、下が減光してるのかな。肉眼的には上の方が明るく見える気がします。で下の方がプロ1の方が狭いですね、上下が。横幅はほぼ一緒ですが、映ってる範囲はほぼ似ている設定にしてます。本当は A002 はもっと広い範囲で映せるんですが、僕はちょっとミラーに合わせて、サイドミラーに合わせてちょっと拡大しているので、今のところ下の上もほぼ同じ大きさで映っていると思います。これが後でドラレコの動画で見た時どうなるのか分かりませんけど、割と今は同じように映ってるんじゃないかなと思います。ナンバーの見え方なんかは一緒に見えますが、プロ1の方が若干はっきり見える気がするなっていう気はしますね。でプロ1はですね、操作が全部下なんですね。タッチ画面はないんですよ。 A002 は全部タッチパネルで、外のボタンは電源ボタンだけですね。でこちらこれをやると普通のスイッチ代わりで電源オンオフになって、ただのミラーになるモードがあるという感じですね。今からトンネルちょっと立体交差に入りますが、こういったところの色味、トンネルの中の色、トンネルの中の明るさ全然違うな。続いてドライブレコーダーの映像になります。こちらリアカメラですね。トンネルの中に入る時の色の変化の違い、これちょっと入る時はそんなに差はない感じがしますね。プロ1の下の画面の方が全体的に暗め、 A002 の方が明るめな感じです。出た時もほぼ一緒ですね。続いてフロントカメラの映像です。トンネル入るシーン、こちらはどうでしょう。下のちょっとプロは一瞬暗くなりましたが、なんとか持ちこたえた感じですね。そして続いて出るシーンですが、ちょっともう白くなってるのが下のプロ1。出る時もずっとちょっと白い、やっと今元に戻った感じですね。ここは A002 の方が軍配が上がる感じですかね。続いてですね、両機種の特徴の60フレームレートの確認です。上と下違って見えるでしょうかね。性能的にはほぼ一緒のはずなんですが、若干ですが A002 の方がスムーズな流れに見える気がしますね。プロ1は同じ60フレームレートでもちょっとだけ A002 に負けるのかななんて感じです。続いてそれぞれの装置についているマイクの音の差ですね。今こちらは A002 の音で、結構ね A002 音が大きくて割れ気味なんですよね、録音が。なのでちょっとこちらはゲインで減らしています。続いて今度はこの音はプロ01なんですが、プロ1の方はちょっと今度は音がちっちゃい感じで、今こちらは
ゲインを上げている状態ですので、どっちもちょっと違う感じですね。続いてバックカメラの映像です。バックカメラはですね、これ圧倒的にプロ1の方が色が鮮やかなんですね。この時間帯だとこれね、昼間と夕方でまた違って見えるのが面白いなと思いました。この木々の流れの色、この辺は圧倒的にプロ1のが綺麗ですよね。車のオレンジなんかの色も下のプロ1の方がはるかに綺麗に見えています。解像度的にはほぼ一緒かなという気がしますが、色合い的なこの辺の夕暮れ時、こういう時間帯の映像としてはプロ1の方が優れていることをよく感じました。ライトのリフレクションがないのがプロ1の特徴かな。これがドライブレコーダーの録画にはどう映ってるかですけどね。まずはフロントカメラの録画映像です。この時間帯は A002 の方が色がはっきりとしていて、プロ1の方がちょっと色が薄い感じになってます。ナンバープレートも A002 の方がちょっと濃い感じですかね。こうやって見るとちょっとこの時間では差が A002 の方が良いかもしれないなという感じですかね。続いてリアカメラの記録です。リアカメラ夜7時の状態ではプロ1の方が若干暗めに映っている感じがしますが、ライトのリフレクションなんかは下のプロ1の方が少ない感じがします。実際のミラーで見ている映像的にはかなり違いますが、記録で見るとそれほどリフレクションの差はない感じな時間帯になってます。自動原稿にしているのでミラーが明るくなったり暗くなったり激しいのかなと思ったけど、その辺はナチュラルですね。変わったことがわからない。サイドミラーと似てるのはプロかな。 A002 の方はちょっとミラーで見るよりは明るい。サイドミラーで見るよりはね。もうだいぶ暗い中走ってます。結構もうヘッドライトなしでは走れない暗さの中。どうですかね。ちょっとお店の中入ったら急激に明るくなるとかね、そういうとこではどう映るのか。はい、こちら明るいところに入っていくシーンです。フロントカメラ、ちょっと雨の映像で汚れてますが、こういった綺麗に映っている状態です。リアカメラはですね、こちらちょっと暗めにこうやって映るのは、もしかしたら僕のリアガラスは純正のちょっとスモークがかかってるから色が暗めに出てるのかもしれないですね。こうやって駐車場に入っていく中でも綺麗に映ってました。こうやって改めて A002 とプロ1を比較してみると顕著に分かるのがこの色合いですね。プロ1の方が純正クオリティ歌ってるだけあって、やはりちょっと高級な感じがします。 A002 も明るくていいんですが、やはり色合い的な感じ、あとはその重厚感、そういったところから考えるとプロ1の方に軍配が上がるんじゃないかなと思いました。プロは白っちゃけないですね。こっちも暗くすれば一番最小値にしてみました。 A002 は今最小値、こっちのプロは自然に任せた感じ。その差はどうでしょうね。夜間は圧倒的にプロだな。こちらフロントカメラの録画映像です。夜間になるとですね、これかなり差異が出てきました。プロ1の方がかなり色が濃いですよね。先ほど夕方では
フロントカメラは A002 の方が明るくて濃かったんですが、真っ暗になってくると今度は色が逆転する形となりました。プロ1の方が明確な色、あとはこの色合いの中でも緑なんかの色もかなり緑にちゃんと映ってるというのがわかるかと思います。ちなみにフロントからのこの信号機の点滅はどちらもありませんでした。はい、リアカメラの映像です。リアカメラもですね、フロントと同じく夜間になるとプロ1の方が色が濃いですね。後ろのメルセデス・ベンツの看板、明確にベンツが読めるのはプロ1。対して A00 にはちょっと色が白くなってしまっていますよね。こういった差があるのは非常に面白い結果となりました。夕暮れ時は色が逆転していたのに、時間帯によってはこうやって明確な差が出たのが今回の特徴かなと思います。機能についてはですね、タッチパネルと違ってプロ1は下にある3つのボタンになります。カメラの前後のアングル調整ができるのと、あとは再生と明るさの調整、設定、その程度の機能になってて非常にシンプルですね。設定の中にはですね、駐車監視とかループロックが G センサー、そういった機能ができますが、こちらは特に駐車監視もですね、タイムラプスとかありません。ループ撮影も1分2分3分とその程度。あとは G センサーの設定とかですね、これも低中高オフとそういう程度。非常に設定もシンプルになってます。録画の再生ですが、同じく3つボタンで操作していきます。再生は非常に簡単なんですが、やはりタッチパネルのように直感的にいじれないなっていうところはありますが、メリットとしては画面を触らずに済むので指紋で汚れないというところですかね。非常に綺麗に見えました。A00 にはタッチパネルだけでやってきますので、非常に操作は簡単ですが、やはり画面が指紋で汚れやすいのでしょっちゅう拭くことになるかなっていう気がしますけども、そこはタッチパネルがいいかボタンがいいかは好き好きになるかと思います。外観の違いです。下のプロ1の方がかなりスタイリッシュですよね。A002 にあるようなフィンの穴もなく、これはですね、消費電力の差によって基板の熱なども違うのかもしれませんね。リアカメラはですね、かなり大きさが違っていて、カメラ自体というよりこれ全体のカバーっぽいんですけども、プロ1の方がリフレクションを防ぐ関係か、かなりの大きさに違いがありました。スペックで比較しますと大きな差があるところはこの使用温度範囲です。プロ1はマイナス30プラス80度ということで、純正クオリティというのを謳ってるだけあってですね、車の純正品の求められる使用温度範囲マイナス30度プラス80度を満たしていると。保存温度もマイナス40からプラス85度ということで、車の中非常に暑くなりますからね、直射日光とかで。そういった中でもこの製品は純正クオリティで、しかも2年保証をしているということが非常に強みだと思います。この耐久性で大きく影響するのがこの消費電力だと思うんですよね。2アンペアだった今までの A002 に対して今度は 1400mAh ということで、消費電力もかなり下がりましたので、カメラの発熱とかそういったところも抑えられているというモデルになっています。あとファイル形式なんですが、 A002 が TS だったのに対して MP4 になってくれました。このね MP4 ですと iPhone とか Mac とかでも開けますので非常にありがたいですね。以上まとめですが、プロ1は GPS の機能はない分いろんなところがシンプルにできています。機能もですね非常にシンプルです。その分耐久性が非常に良いというところもありまして、いろんな試験に受かっているというところが使っていての安心感があるモデルだと思います。はい、この2機種 A002 とプロ1どちらを買うか悩んでいる方もいらっしゃるかもしれません。
耐久性とかやっぱり壊れたら嫌だなとか余計な機能いらないよっていう方はプロ1を選ぶといいんじゃないでしょうかね。非常に耐久性が信頼が起きるというのがやっぱりプロ1を選ぶ理由じゃないでしょうか。こうやって2個並べてですね、改めて映像を見ると皆さんのご購入の際の参考になるんじゃないかなと思います。ちょっとカメラが揺れて見づらい点があったかもしれません。その点はご了承ください。それでは皆さん、ドライブレコーダーマックスウィンさんのデジタルミラー、こういったものを購入する際に参考になったら幸いです。それではまたお会いしましょう。バイバイ。